はい、皆さんこんにちは、高井です。本日は2024年3月12日です。今日はパジャマドライブ公演があるので、HKT48劇場に向かっています。早速ご覧の通り、本日はあいにくの大雨です。劇場が西鉄ホールにあった頃や、ホークスタンモールに劇場があった頃は、公演がある日に雨が降ると、いいことがたくさんありました。昔の HKT48劇場は、キャンセル待ちがあったので、キャンセル待ちで入れる可能性がありました。通常では、追加でキャンセル待ちで入れるのは、60人ぐらいまでしかなかったんですけど、雨が降ると劇場に行きたくない人が多くなるので、キャンセル待ちが進みやすくなり、キャンセル待ち当選で公演を見れる確率が高くなりました。しかし現在ではそのようなことは全くなく、雨が降ればいいことは一つもありません。そんな話はさておき、本日は3月9日に行われたコンサートが終了し、初めての劇場公演です。本日の公演の出演メンバーは、伊沢美優ちゃん、石橋いぶきちゃん、今村まりやちゃん、江口ココハちゃん、大場梨咲ちゃん、川平ひじりちゃん、北川ひいろちゃん、栗山里奈ちゃん、坂本里乃ちゃん、竹本くるみちゃん、地頭江ねねちゃん、福井かれんちゃん、松岡花ちゃん、山内優奈ちゃん、大内凛香ちゃん、藤野ココハちゃんの16人です。今回の公演は伊原花ちゃんが出演予定でしたが、体調不良のため山内優奈ちゃんが出演します。博多といえばゆうなのゆうなちゃんです。他にも最新シングルのダブルセンターである竹本くるみちゃんと石橋いぶきちゃんも出演します。他にも20歳になった今村まりやちゃんや竹本くるみちゃん、研究生は大内凛香ちゃんと藤野ココハちゃん2人が出演します。この2人は他の公演にもよく出てくれています。気づいた方はいると思いますが、今回の公演の出演メンバーはほとんどチーム K4 のメンバーです。決まり組の公演は HKT48 のメンバーであれば誰でも出演できますが、出演メンバーに偏りが生じて実質チーム公演のような出演メンバーになることがたまにあります。やはり同じチームのメンバーはスケジュールが合いやすいということだと思います。それでは時間ですので、パジャマドライブ公演を楽しんできます。はい、それでは今回の公演が無事に終了しました。いつも通り今回のパジャマドライブ公演の感想について話をしていこうと思います。本年度2024年の2月からユニット曲と全体曲の連動がなくなりました。以前はユニットと全体曲が全てリンクしていて、新しいユニットをするのであれば全体曲もまた覚え直さないといけないメンバーの負担がありました。しかしこのユニットと全体曲の連動がなくなったことで、新しいユニットに出るために全体曲を新しく覚え直す必要がなくなりました。これは僕は本当にすごくいいことだと思います。逆にそもそも連動させる意味ってあったのかなと、むしろそちらの方に疑問を感じるところです。またそういった経緯もあってか、本日の公演は新しいユニットに出演するメンバーもいました。まず坂本里乃ちゃんは鏡の中のジャンヌ・ダルク、川平ひじちゃんは休演となってしまった伊原花ちゃんの代わりに天使の尻尾に出演しました。コンサートの次の日に急遽出演が決まったみたいで、本人もうまくできていたと言っていました。ただ油断してステージのライトにぶつかって天使の尻尾が邪魔だとその後の MC で言っていました。ちなみにこの部分 DMM ではカットされていました。さらに江口ココハちゃんは純情主義に新しく出演しました。また全体曲も新しいポジションだったみたいです。コンサートもあってかなりスケジュール的に大変だったと思うんですけど、そんな中で新しいポジションを覚えたのはすごいなと思います。公演中の MC でも松岡花ちゃんがそのことを褒めていました。他にも竹本くるみちゃんは髪を切っていました。20歳の生誕祭を機にショートヘアになりました。個人的にはかなり似合っていると思いましたし、ファンの方からも非常に好評なようです。本日の公演は伊原ハンナちゃんが体調不良のため急遽3期生の山内優奈ちゃんが出演しました。今回の出演メンバーの中では一番先輩です。それもあったのかもしれませんが、今回の公演の MC はいつもよりも調子良かったですね。いつものチーム公演の時の MC と比較するとかなり話が達者だったような感じがしました。せっかく話が上手いメンバーなので、ショールーム配信などもたまにでいいのでやってほしいなと思いました。また自己紹介 MC はコンサートの思い出についてメンバーが話をしていました。川平ひじりちゃんが初めてトロッコに乗れたこと、伊沢美優ちゃんが合唱の指揮者をやったこと、江口ココハちゃんが自己紹介 MC 中にコンサートで学んだラップをやってくれたりもしました。ちなみにコンサートは昼も夜もどちらも僕は参加しましたので、当然動画も出しています。概要欄にリンクを貼っておくので、そちらも見てくれると嬉しいです。昼コンサートは通常通りの HKT48 らしいコンサートで、夜公演は田中美久ちゃんの卒業コンサートでした。コンサートも非常に盛り上がったんですけど、やはり劇場公演にはいいところがあって、メンバーとファンとの距離が非常に近くて、改めて劇場公演の良さを感じることができました。
劇場内に入って、やはり空席の多さが非常に目立っていました。後方席の4列目よりも後ろ側、座席番号でいうとこの124番から284番までの席、この辺りが1席分ぐらい空けての入りになっていたので、空席はかなり今回も多かったのかなと思います。僕は今回2次募集で応募をして、座席番号が224番でした。つまり言い換えれば、1次募集で応募したのは多く見積もっても223人しかいないということになります。全座席数の4分の3ぐらいしか応募すらしていないというのが現状なのかなと思います。これに至ってはコロナのせいと言ってしまいたいところではあります。現場に行く習慣がコロナのせいで途切れてしまったので、一度途切れてしまった習慣をもう一度取り戻すのはかなり難しいのかなと思います。こればっかりはもう少しずつ時間をかけていくしかないのかなと個人的には思っています。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。